ただいまー。あ、そうか。ママとマミ病院か。よし。綺麗になったかな。今日は転校生を紹介します。東京から引っ越してきた山口徹くんです。山口徹です。よろしくお願いします。色白い。標準語や。帰るわよ、マミ。はーい。あの子と来たら落ち着きのない。もっと堂々と喋ればいいのに。それにしても、これから2年もこんな田舎で暮らすのか。2年なんてあっという間だよ、サイコ。僕が海外赴任の間、君の田舎でご両親と一緒に住んでくれると僕も安心なんだ。体の弱いマミにはもちろん、トールにも自然での暮らしはいい影響があると思うよ。都会育ちの夫には田舎暮らしは憧れらしい。だけどこの町で生まれ育った私には。あらまあ、サエコちゃんじゃないの？山の辺の田中さんちの。はあ、誰だっけ？まあ、こっちに戻ってきたとね。その子は子供さん、可愛らしいね。けんどあんたもこれから大変やね。子供2人も抱えて。仕事は何しゆう？探しゆうなら旦那が役林、聞いちゃおうか？え？離婚した言うてもあんたまだ若いしね。そう、いい人いっぱいおるきに心配しな。離婚？してません、私。夫は海外赴任してるだけなんです。2年経ったら東京に戻るんです。ああ、そうかね。いや、てっきり私らね。そう聞いたし。そうかね、旦那さん仕事で海外に。ほんならよかった。ねえ。これだから嫌なのよ。都会と違って不便で遊び場も情報も少ない田舎では隣近所の噂話が娯楽。そう言うたらあそこの奥さん。ああ、入院したとね。そんな濃密さが嫌で18から東京に脱出したのに、まさか15年経って戻る羽目になるとは。ママ、どうしてここはこんなに空が濃いの？空？お山もすごく色が濃い。葉っぱもキラキラしてるよ。どうしてだろう。すごく綺麗だよね。そうね。空気が綺麗なせいかしらね。そういえば、ここに来てから1週間、まだ一度もマミは熱を出さないし、顔色もいいわね。でも、体には良くても、生活の不便さはどうしようもない。マミ、日差しがきついし、お帽子かぶろう。あの人が休暇で帰ってきたら、やっぱりそう言って東京に戻ろう。そうか。トールはそんなに面白かったか、学校は。だって体育の時間、海行ってみんなで泳ぐんだよ。プールじゃなくて本物の海だもん。理科の時間は裏山で虫観察したり植物取ったり。虫？蝶々？お兄ちゃん。蝶々も他にもいっぱい。それでね、友達になった子が中山くんって言って、クラスで一番足も速くて泳ぎも上手くて、今日は秘密の海の岩場教えてくれたし、明日は山の洞窟。トール、いい加減にしなさい。食事の時はべちゃくちゃ喋らない。こっちに来てたった1週間で忘れたの？それに今日は転校したばかりだから自由に遊ばせたけど、マミは体が弱くて幼稚園も行ってないのよ。お兄ちゃんなら自分ばっかりじゃなく、妹と遊んであげる優しさも持ちなさい。はい、ごめんなさい。2年後には東京に戻って中学受験も待ってるわ。遊びほうけてばかりじゃダメなのも分かってるわね。はい。じゃあ早く食べて部屋に戻って勉強しなさい。はい。ごちそうさまでした。おい、サエコ。お前ちょっと子供に厳しすぎないか？そうよ、特にトールちゃん。うちに上がるのにもいちいち服とかはたかせて。男の子はもっとのびのび育てなきゃ。うちはマミにアレルギーがあるから、ホコリを持ち込まないようしつけてるの。
それに男の子だからって物事に無頓着でいいわけないでしょ。お母ちゃんたちがのびのび育てた結果、弟のたかしはどうなった？うちの跡取りだからって甘やかし放題。そのせいで自分中心に育っちゃって、農家は継ぎたくないって県外出たっきり連絡もしてこないじゃない。反対に私のことは、たかしの子守にこき使ったり家事させたりで、ろくに遊びにも行かせてくれなかったわよね。男の子はね、甘やかすとろくなことにならないの。私には私のやり方があるんだからほっといてちょうだい。そう、田舎の暮らしで腹立つのは、男尊女卑の男とそれに迎合する女。大体な、たかしのことはお前の教育がなってないから。見下すことで男は女を可愛いと錯覚し、見下されることで女は男を頼もしいと勘違いをする。それが性に合う人はいいけど、私は子供の時から馴染めなくて生意気だとよくいじめられた。女のくせに偉そうに言うな。さえちゃんって怖ーねえ。自分が自分でいられる場所。私にとってそれは今でもここじゃない。授業参観のお知らせ。来週の土曜日ね。わかったわ。マミをおばあちゃんに預けていくわ。ほんと？ママ来られるの？すごい！初めてだ！ママが参観日来るんだ！そんなに喜ぶことかしらね。私は親に来られるの嫌だったけど。マミ、ほら、ダンゴムシ！あー、かわいい！そういえば、トールの参観日、行ったことなかったわね。マミの病院通いと重なったりして、夫に頼んで仕事抜けてもらったりで。それじゃあ次を山口くん呼んでください。はい。山口くん、慌てなくていいのよ。はい。本当に、どうしてこの子だけは昔から落ち着きがないんだろう。夫は静かな文学青年だったし、マミは夫にで、私も騒がしいのは好きじゃない。パパのご飯、どうして絵がないの？待ちなさい、トール！トールだけは物心ついた頃から賑やかで、ちょっと目を離すとどこに行くかわからず、まるで台風のような子だった。トールはすばしっこいな。スポーツ選手になるか？夫はそんなトールに目を細めてたが、育てる私はたまったもんじゃない。体の弱いマミが生まれてからは、輪をかけて戦争のような育児。ハチ探検してくれ！あ、トール、じっとしてなさい！しつけの繰り返し。やっとこの頃になって、少しは落ち着いた子になってきたと思ったのに。山口くん、真面目にやってください。環境って大事なのね。10年の苦労が崩壊しそうだわ。田中紗栄子だろ？ん？あれ、お前の子供だよな。わかんない？俺、お前と小学中学一緒だった。中山くんね。久しぶり。おう、お前変わってないな。中山くんもね、最悪の男と出会ったわ。中山茂雄、学校一のガキ大将で、私をいじめまくった張本人。女のくせに偉そうに言うな。こいつのせいで私はこの手のタイプ。男っぽい男が大嫌いになったのよ。こんな男でも結婚できるのね。ガキ大将がそのまま大人になったって感じ。お前とこの息子、トールだっけ？よくうちに来て息子と遊んでるけど、なかなか可愛いやつだな。なんですって？どうして中山くんと遊んじゃダメなの？どうしても。クラスの他のお母さんにも聞いたけど、あの子は乱暴者で勉強も一番できないって言うじゃない。そんなこと付き合ってもいいことなんかないの。とにかく今後一切遊んじゃダメ。わかったわね。やだ。中山くんと遊びたい。ママ、僕ママのお手伝いもっとする。学校も寄り道しないで帰るし、マミの面倒も見るから。だから中山くんと遊ばせて。お願いママ、お願いします。ダメと言ったらダメ。ママの言うことが聞けないの？お前はその子とママとどっちが大事なの？
ママ。じゃあ、どうしたらいいかわかるわね。はい。驚いた。まさかトールが私に逆らうなんて。こんなこと今までなかったのに。こんな。どうしたのマミ？ああ、さっきカステラあげたらむせちゃったみたいだね。カステラ？この子小麦も卵もアレルギーがあるのよ。お父さん車出して病院行かなきゃ。わしはもう酒が入ったし。サエコ、咳止め飲ませるんじゃダメかい？そんなんじゃダメよ。タクシー呼んで、救急車よ。やっぱりダメ。ここはダメ。この場所は私たちに向かないのよ。もう東京に帰ろう。あなたがどう言おうと、もう私は決めたの。親と一緒にいたっていざという時役に立たなかったし、トールにだって悪い影響が出てるのよ。それなら不便なこんな町にいるより東京で3人で暮らす方がずっといい。わかったよ。8月には休暇で帰るし、トールの夏休み中に引っ越しの手続きをしよう。でもトールに悪い影響って何があったんだ？うん。帰ってきたら話すわ。まだそんな大したことないし。そうか。じゃあ気をつけてな。悪い影響よね。症状は収まりましたが、大事をとってしばらく入院を。今まで親に口答えしたことなかったもの。あんな私の大嫌いだった男の子供、絶対いい友達のわけがない。着替えが足りないし今晩取りに戻るわ。早く話さなきゃ。トールまであんなやつみたいになっちゃう。かわいい。マミ、寝てなきゃダメじゃない。トール、お前どうやって来たの？歩いて。お兄ちゃんね、お見舞い持ってきてくれたの。お見舞いってその草？それとね、ダンゴムシがいっぱい。トール！トールがまだ帰ってない？そうなのよ。いつもなら5時には帰ってくるのに、もう7時だし、変だろ？いいわ、ほっといて。ちょっと叱ったから拗ねてるのよ。どうせ中山くんって友達と遊んでるんでしょ？やっぱりね、これが悪い影響でなくて何なのよ。それが、その中山くんも知らないらしいんだよ。それで中山くんのお父さんが心配してみんなで捜索しようってことになってね。今人を集めてくれてんだよ。じゃあ A 班は山手の北側から、 B 班は南、 C、D は海沿いを二手に分かれて。すみません皆さん。トールのことはいいんです。警察にも問い合わせたけど事故とかもないんで、きっとちょっと叱ったんで拗ねて隠れてるだけなんです。本当にこんな大げさにしてもらわなくても、あの子と来たらろくでもない迷惑ばかりかける子で、どうか気にせずほっといてください。すみません、帰ってください。いや、俺たちでできることしたいよな。心配やし。トールはいいやつだよ。おばさんの言うことだって全部聞いてたじゃないか。俺と遊ぶなって言われて泣いて俺に謝ったんだぞ。なんでおばさんそんな風に言うんだよ。トールのことが嫌いなのかよ。これ重継やめなさい。とにかく10歳の子供がこんな時間まで帰ってこないんだ。拗ねてるにしても心配して探すのが親だろう。俺らだって心配なんだ。ほっとけるか。おい、じゃあ行くぞ。すんませんね奥さん。うちの人も息子も口が悪うて。でもこの子がね、本当にトールちゃんと気が合うみたいで、うちでもしょっちゅうトールちゃんのこと喋ってたんよ。あの通りガサツで乱暴なとこもあるけど、根は優しい子だし、またトールちゃんと遊ばせてやってくれんかね。おったー、俺も探す。はい、それはもちろん。それにしてもトールちゃん、無事に見つかるといいね。心配して
探すのが親。すみません、お世話かけます。ああ、もうはよ見つかるといいね。私は、トールの親なのに。トール！私は。おーい、見つかったぞ。海沿いの崖の上にいたわ。潮が満ちて帰れんなったらしい。トール！お前なんでそんなところに？トールは花を取りに行ったんだ。俺が前教えてたから。月見草が陽気咲く場所。月見草？これなら綺麗だし、マミのお見舞いにしたら、ママも喜んでくれるかと思って。こんなもののためにみんなに心配かけて。謝りなさい、トール。皆さん夜通しお前を探してくれてたのよ。そんなヘラヘラ笑ってる場合じゃないでしょ。いやー、わしらはなんもな。ごめんなさい。どうも本当にお世話かけました。ありがとうございました。いやー、よかったよかった。中山くんもありがとう。また改めてお礼に伺うし。礼なんかいらん。それよりお前こそトールに礼言っとけよ。トールちゃん、ほらお家入んな。え？トールに綺麗な花取ってきてくれてありがとうって言ってやれよ。そんなこと、こんなことしでかして言えるわけないでしょ。みんなに心配かけたことと花を取ってきてお前を喜ばそうとしたのは別物だろう。トールはそのことは謝ったんだし、あとは一言お礼言ってやってもいいじゃないか。必要ないわよ、そんなこと。言ってほしいよな、トール。お母ちゃんに花ありがとうって言われたいよな。ごめんなさい、ママ。ごめんなさい。うん。小さいトールの手、こんなに小さかったの？初めての子供は女の子が欲しかった。両親や親戚は私より弟を大事にしたし、大抵の男たちは男というだけで威張ってて嫌いだった。女の子が生まれたら、私は一番の味方になってやりたかったし、私の味方にもなって欲しかった。トールが生まれた時、ほんの少し、私はがっかりした。ママ。ここにいるわよ。まだ眠ってなさい。不思議ね。私から男の子が生まれたなんて。この子が私の子供だなんて。礼なんかいらん言うたろうが。それじゃ私の気が済まないのよ。とにかく来てくれた皆さんの家教えてよ。わーったよ。一緒に行ってやるよ。たく、お前って硬いっつうか昔から変わんねえな。可愛げないってんでしょ。散々いじめられたから分かってるわよ。いじめたって。まあいじめたのはいじめたよな。仲良うしたくても自分のこと嫌ってるって分かりゃ意地悪の一つもしたくなるだろう。お前ツンケンして頭の悪い俺ら見下しとったしな。そんなことはあったか。でもま、俺もお前と喋ろうとせんかったしな。付き合うてみんと分からんのにな。おかえりトール。ママこれからマミの病院に行ってくるけど。行ってらっしゃい。中山くんと遊ぶんならちゃんと5時には帰ってきなさいね。今晩夫に電話をしよう。帰ったら宿題と予習復習。いいわね。やっぱり2年ここで暮らしてみると。
この町で子供と一緒に